あなたの願いは必ず叶います。はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はあなたの願いが叶うのを阻止するドリームキラーは誰というテーマでお話ししようと思います。どうぞ最後までご覧ください。このチャンネルでは引き寄せの法則や波動、潜在意識、心理学など目には見えないけれど幸せになるために大切なことについて分かりやすくお話ししています。グッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。各種 SNS もフォローよろしくお願いいたします。はい、では今回のテーマはあなたの願いが叶うのを阻止するドリームキラーは誰というテーマでお話しします。ドリームキラーって皆さん聞いたことありますか？言葉の通り夢が叶うのを邪魔する人ということになります。願望実現キラー、願望実現ブロッカーみたいな感じですかね。ちょっとなんか悪者っぽい名前ですよね。皆さんもね経験あると思うんですけど、何か新しいことを始めようとした時にね、友達とかね家族とかに相談するでしょ。そしたら「いやそんなことやめといた方がいいよ」絶対無理だって」とかね「いやそんなの叶わないよ」「いやそんな無謀なチャレンジやめときなよ」とかね止める人っているじゃないですか。これがまさにドリームキラーなんです。でね、その人たちはね、あなたがね傷つかないように、例えば失敗してねショックを受けないようにあらかじめね安全策を考えて、やめといた方がいいよとかね、無理だってって言っちゃうんですよね。あなたのことをね大切に思うからこそ言ってるのであって、悪気はね全くないんですよね。それはね分かるんですよ、聞いててもね。でもさ、人に相談してる時って自分がね答えをなかなか出せなくって迷ってるから相談してるわけじゃない。でそれでね「いや無理だよ」なんて言われたらね、今チャレンジしようかって思ってたのに心がねちょっと折れそうになるんですよね。なんか迷いが出てくるっていうかね。でさっきまで「いや私は絶対にできる」とかね「絶対やりたい」って思ってたのに、なんかそういうね身近な人の声を聞いちゃうと「あ、そうなのかな、無理なのかな」とかってね不安になってきちゃうんですよね。でね、振り返ってみると私たちってね結構子どもの時から親とか兄弟とか周りの人にね「いやダメだよ」とか「無理だよ」って言われてきたことで、やろうと思ったのにやれずに来たこととか断念したこと結構あると思います。私はね子どもの時に、子供ってね中学生ぐらいの時かな、ギターやりたくって、で母にねギター買ってって言ったんですよ。でそしたらね三味線ならいいって言われたんですね。いやギターと三味線全然違うじゃんと思うんですけど、不良のイメージだったんでしょうね、母が。でそれでね買ってもらえなくて、でアルバイトして買えばいいじゃんって話なんですけど、当時ねうちの学校バイト禁止されてましたし、田舎なんでねそんな中学生がねアルバイトできるような場所がなかったので、結局ねその時断念したんですね。で大学生になってバンドを始めたんで、ギターにチャレンジしたんですけど結局ね挫折しちゃって続かなかったんですね。あとはねなんか知り合いの話とか、お友達の話とか聞いてて思うんだけど、例えば音楽やりたいとかって言っても親からね、そんなの将来演奏家になれるわけじゃないんだからとか、サッカーやりたいって言ってもサッカー選手になれるのなんて一握りなんだからとか言ってね、習わせてもらえなかったとかね、そのお家の経済的な状況とかお母さんがね送り迎えできないとかいろんなことがあると思うんですけど、そういうことでね夢を諦めざるを得なかったって人も結構いらっしゃると思います。でね、大人になってからも子供の時のそういうのが染みついちゃってね、何か新しいことにねチャレンジしようって思ってるのに、人にね相談すると「やめときなよ、無理だから」こんな年になってからとかね、今更とかね、そんなことしたらね人に笑われるよとか、そんなことやって何の役に立つのとかね、何のためになるのとか、いろんな言葉ありますよね。まさにこういう人たちのことをドリームキラーって呼ぶんですけど、じゃあこの人たちに全くね意味がなくって悪者なのかっていうと実はそうじゃなくって、これはね神様からあなたが本当にやる気があるかどうかを試されているっていうことなんです。つまりあなたのその願いが本当の魂からの願いなのかを神様がね問いかけているんですね。でね、その反対意見を素直に取り入れちゃって、そこでやめてしまったらそれまでじゃないですか。つまり本当の願いじゃなかったっていうことになります。
でそれとね、ドリームキラーっていうのはその周りの人だけじゃなくて、実は自分だったりするんですよ。こういう方結構いらっしゃるんですけど、幸せになれてなくって幸せになるのが怖いって思っちゃうんですね。こうなりたいなとか、こうなったら幸せだろうなって想像してる分には楽しいんだけど、本当に叶ったらどうしようっていう気持ちがどこかにあるんですね。こんなに幸せになっていいのかしら、私なんかがね幸せになったら何かこの後悪いことが起こるんじゃないかしらとかね、不安なことばっかり考えるんですよ。人ってね、ポジティブな妄想よりもネガティブな妄想の方が得意なんですよね。でね、意識を叶ってはいけない方、叶ってほしくない方に向けてばっかりいると、結局そっちの方が叶っちゃうんで、やっぱりやめといてよかったじゃないとかね、やっぱりチャレンジなんて無謀だったんだとか、自分でね納得するような結果を引き寄せてしまうんですね。あとはね、そんなこと私にはもったいないとかね、願っているのにどこかで遠慮しちゃう癖、遠慮癖がある人もいますよね。先ほどもね言ったような、子供の時からね親から「あなたはダメよ、そういうことしちゃダメよ」とかね「危ないからやめなさい」とか「お金がかかるからやめた方がいい」とかって言われてね、ことごとく自分のやりたいことをね阻止されてきた人とか、なんか自分にね自信が持てなくって何やってもダメねとか、兄弟と比べられたりね、自己肯定感が低いまま来ちゃった人とか、あとはねなんか受け取るのが苦手な人、そういう人に多いと思います。長男長女の方に多いような気がするんですけど、こういうことをしたらね周りに迷惑がかかるんじゃないかとか、ちゃんとしていなきゃ、立派な人間でいなきゃっていう気持ちがすごく強い人はね、何かにチャレンジして失敗することをすごく恐れる傾向があると思います。自分の心の抵抗がね、実はドリームキラーのね正体だったっていうことになります。で実はさっき言ったようなね、周りの人がね反対する周りのドリームキラーの人たちも、実は自分の波動が引き寄せているんですよね。つまりそれだけ自分の心の葛藤とか抵抗、不安がね強いっていう表れなんですよ。じゃあこの周りのドリームキラーの声とかね、自分の中のドリームキラーの声をどうやって阻止したらいいか、ドリームキラー返しはどうやったらいいのかっていうことなんですけど、まず今の現実と願いが叶った理想の未来との差がねありすぎる場合にすごく抵抗を感じると思うんですね。なので一つおまじないを教えましょう。以前ね私の動画でもやったことがあるんですけど、大丈夫、どうせ叶うからって言ってみてください。この大丈夫っていう言葉、実はすごいパワーワードなんですね。で引き寄せの法則ってワクワクすることが大事だっていうじゃないですか。で私ね思うんですけど、今までいろんなこと引き寄せてきたんですけど、ワクワクの波動ももちろんいいんですが、ワクワクっていうのがね、実は静かなワクワクっていうのが大事なんですね。イエーイっていうね、なんか元気いっぱいのワクワクドキドキキャーみたいな感じじゃなくって、ワクワクするんだけど静かなワクワクっていうのかな。なんか頭の中で理想の未来をね思い描いて静かにときめく感じっていうのかな。この波動が実はすごく引き寄せによくって、で宇宙はね波動を判別する時に過去の経験からね生まれる、過去のことを思い出している時の波動と、あと未来のねまだ起きてもいないことを想像してね楽しんでいる時の波動の区別がつかないんですよ。波動は波動なんですね。ですからとにかくね未来の明るい未来、自分が叶えたいことをね具体的に想像しながら、こうなったらいいな、こうなったら楽しいだろうな、色とかね形とか、その時の気持ち、そういうのをねありありとね想像するんですね。でね、より具体的にイメージしようとするとイエーっていう感じじゃなくって、なんか一つ一つ頭の中で思い浮かべる時ってなんか噛みしめるようなゆっくりした感じになると思うんですよ。でね、じわっとした幸福感っていうのかな、じわっと幸せを感じるっていうか、その感覚をねちょっと大事にしてみてください。例えばね、理想の彼を見つけたいとしたら、そのね自分の理想の彼の顔、姿を想像するじゃないですか。でそして一緒に並んだ時のね、背丈の違いの感覚、なんかちょっと見上げる感じだったりとか、あと手をつないだ時のねゴツゴツっとした手の感触だったり、なんか腕を組んだ時のなんか男の人の腕って骨張ってるじゃないですか。なんかこの骨張っている太い腕にね自分の腕を回している感じとか、こういうのもリアルに想像するんですよ。でそうするとね、なんかイエーっていうよりも、
ふわっとこうなんか幸せだな、この人と出会えてよかったなっていう気持ちになってくると思うんですね。もうすでに出会っているっていう感覚になってきません？でこれをね恥ずかしがって、いやもういい年してそんな妄想できないわとか、いやそんな恥ずかしいとかね、そんな風に思わなくていいんです。もう妄想をねもうどんどん楽しんでください。であとはね、自分の波動に合わないことっていうのは絶対にやってこないので、とにかく日々ね波動を高める、高めるっていうか波動を整えることを意識してください。もう常にねワクワクドキドキじゃなくてもいいので、安心安定リラックスのねゆったりした波動でいるっていうことがとっても大事です。でそしてね、どうせ叶うから絶対大丈夫って、で私の波動に合ったものしか来ないんだから、もう危ないこととかね危険なこととか不安なことは一切ないんだと思って自分に受け取り許可を出してください。人ってね不安になるとすぐね現状維持しようっていう機能が働くんですよ。以前からね動画で時々お話ししているホメオスタシスのホメオくんがねやってくるんですね。もうダッシュでやってくるんですよ。このホメオくんっていうのはね、ホメオスタシスといって現状を維持することでね、私たちが危険に遭わないようにチャレンジしようとすることを止めようとする体の機能なんですね。そういう機能がもともと備わっているんで、ホメオくんめっちゃ心配性なんでね、ちょっと不安になるとすぐ走ってやってくるんですよ。なのでホメオくん大丈夫大丈夫って、今ちょっとね現状維持しようって思っちゃったけど私は大丈夫だから応援してって言ってね、ホメオくんも味方につけちゃいましょう。このホメオくんのねお友達でアロスタシスくん、アロくんっていう子がいますんで、アロスタシスっていうのは動的適応能って言って、このホメオスタシスくんをねなだめて新しいことにチャレンジする時に繰り返しやることで、どんどん自分がねそれに馴染んでいって適応していくための能力です。私たちにはホメオくんも備わっているんですけど、アロくんもねちゃんと備わっているので、新しい環境にちゃんと適応していくことができるようになっているんです。だからね、周りの人のドリームキラーの声とか、自分の中のドリームキラーの声とかにね耳を貸さなくても、もう叶った未来をね常に設定してしまったら、そこに向けてねちゃんと宇宙が運んでくれるんです。でその叶った未来にね進むまでには時々ねやっぱりちょっと辛いこととかね、心が折れそうになることとか、不安になることもあると思うんですけど、その時その時に実はねここへ行くための必要な学びを経験させてもらってるんですね。なので簡単に諦めないこと、小さなことから始めて継続していくっていうことがとても大事です。なので願いをね設定してしまったら、そこに行くまでの道のりっていうのは宇宙にお任せですから、何が起こっても絶対に大丈夫、これは私にとって必要なことだから起こっているんだって思ってみてください。でね、私の経験から言うと、このドリームキラーの人たちってね、最初はすっごい止めたりね反対していたのに、結果を出すとね何にも言わなくなるんですよ。逆にね、ほらやっぱりあなたならできると思ってたよとかね、やっぱりねさすがねって、どうやって成功したのを教えてなんてね、逆にねその秘密を聞きたがったりするもんなんですよ。つまりね、人っていうのはね、人のことに対して何か意見を言うときにそこまで責任を持っていないんだって思ってみてください。だからやっぱりね、自分のことは自分で決めないと後悔するんですよ。あれだけねあなたの言うことを聞いたのにって言ったって後の祭り、その人は多分ね止めたことも忘れてますよ。それぐらいのもんなんです。ですから自分の人生はもう 100% 自己責任だと思って、もう何でも自分で決めるんだって強い決意を持った方がいいと思います。要するにね、ドリームキラーの声に惑わされるぐらいだったら本当の願いじゃないっていうことなので、もしね人の声に迷うことがあったら、自分の気持ちをねもう一度深く見つめ直すことも大事かなと思います。でね、迷っている時っていうのはまだその覚悟に至ってないっていうことなので、別に焦る必要はないと思うんでね、その覚悟が決まるまでね、自分が本当にやりたいことなんだろうかとかね、自分はその夢を叶えてどうなりたいんだろうとかね、もう一度本質的なことをね考えてみてください。もしドリームキラーの言葉にふと不安になった時はね、大丈夫、どうせ叶うからって自分にね何度も言い聞かせてみてください。あなたの願いは必ず叶います。はい、いかがだったでしょうか。今回はドリームキラーについてお話ししてみました。夢を叶えるのは自分なんでね、ドリームキラーに負けないような覚悟をすることでね、波動が高く強くなって願いが叶うのがぐーんと早まります。今回のお話が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。